エンジニアに愛される Figma のデザインの作り方という題で発表させていただきます。はじめに自己紹介させてください。関和也と申しまして、フロントエンドエンジニアとして、だいたい5年ぐらい働いてきて、で、ここ、半年ぐらいはデザイナーとして、ちょっとデザインもやり始めたという感じです。で、Figma コミュニティに関しては、いくつかプラグインを作ったりもしているので、よかったら使ってみてください。ではですね、今日のトークのテーマなんですが、エンジニアに愛されるデザインというテーマで、これに関しては2つ、あの内容があると思っていて、1つが、デザインの意図がつかみやすいということ、で、もう1つがデザインが変わった時の変更が容易ということ。でですね、このデザインをつかみやすいっていうのは、ストラクチャードデザインっていうものによって、要は構造化されたデザインですね、によって達成することができて、で、デザインが変わった時の変更が容易っていうところに関しては、デザインをシステム化することによって、できていくと考えています。で、ちょっと急に、ストラクチャードデザインっていう、なんかあんまり聞き慣れない単語が出てきたと思うんですけど、前提の知識として、話しておきたいのが、デザインには2つフォームがあるという話が、これ、去年の Figma のスキーマっていうカンファレンスで話された話なんですけど、フリーフォームとストラクチャードっていう2つのフォームがあります。で、フリーフォームっていうのは構造化されていない、本当に、ほぼ見た目だけの自由なデザインを指していて、で、もう一つがストラクチャードデザインという構造化されたものを指します。で、なんでその違う形のデザインが必要なのかっていう話なんですけど、それに関しては、デザインって一口に言っても2つ違う目的を持っているからだと考えています。で、それがですね、1つが UI の仮説検証をするということ。で、この段階では、本当に仮説検証なので、繰り返しゼロから作り直したりとかしていくっていうところで、あんまり構造化しても意味がなかったりだとか、むしろ構造化することによって自由にいじりづらいっていうところがあるので、この段階ではフリーフォームの方がむしろ目的に適していると。で、2個目のエンジニアにデザインの意図を伝えるっていうのがもう一つの目的としてあって、で、この段階だと、構造化されていると、より意図が伝わりやすかったりだとか、あとはデザインが長期的にメンテナンスしていきやすくなるっていうところで、なので、この段階では構造化していくっていうのが大事になると思っています。なので、というところで、用語の解説をしたところで、このトークで話すことなんですけど、デザインの意図を伝えるときの Tips、要はですね、デザインを構造化していくとは何かっていうところを、話していくのと、あと変更を容易にするための Tips、デザインをシステム化していく、デザインと行動を同期していくことについて話していこうと思います。ではですね、最初のトピックのデザインの意図を伝えやすくするというところですね。で、デザインの意図って、そもそも何っていう話なんですけど、私はこの4つの、要素があると考えています。1つ目が、見た目のプロパティで、タイポグラフィーとか色とか、そういう見た目の要素を指していて、2つ目がレイアウト、3つ目がレスポンシブ、4つ目が状態です。で、順番に話していくんですけど、1つ目の見た目のプロパティに関しては、基本的にその見た目が、意図通りにちゃんと作られていれば、Figma が基本的に、インスペクトペンとかデザインペンとかですからね、読み取れるようにしてくれるので、ここに関してはあんまり、ケアすることはないんじゃないかなと思っています。なので、どっちかというとエンジニアに、Figma でのプロパティの読み取り方を、学んでもらうとか、そっちの方が大事なのかなと思います。ただ、ちょっと小さい話なんですけど、ラインハイトとかを適切に設定しないと、余白の値っていうのが、ちょっと食い違ってしまったりもするので、こういう細かいところにもちゃんと気をつけていきましょうっていう話ですね。で、2個目がレイアウトについてなんですが、レイアウトに関して大事なのが、レイヤーをコードのように、作っていくっていうのが大事だと思っています。で、なんでかっていうと、コードのような、構造で作っていくことによって、意図が読み取りづらくするアンチパターンを避けたりとか、実装しづらいデザインにするっていうのを防げるっていうのがあるからです。で、具体例として、アンチパターン
ちょっともしかしたら極端な例かもしれないんですけど、あの、実際に遭遇した例として、複数のテキストを会議用で表現されていて、こういうのだと、実際のコードだと、それぞれ違う、あの、p タグとかで囲んで、マージンをつけたりするんですけど、これだと、余白の値が、読み取れなかったりするので、ちょっと困るなっていうのがあったりしました。で、あとはですね、余白の値が設定されてないと、デザインのわかるエンジニアだと割とよしにやってくれるかもしれないんですけど、これが、どこにどういうロジックで余白がつけられているのかっていうのがちゃんとデザインに反映されていると、このデザインがもしかしたら将来的にアップデートされたときに、よりコードの方もそことずれずに、より変更が簡単になっていくっていうのがあったりするので、っていうのがあって、そのレイヤーを、コードみたいに組んでいくと、いろいろメリットがあるかなと思っています。では、メリットがあるっていうのは分かったところで、じゃあ実際にレイヤーを組めるようになるためにはどうしたらいいのかっていう話なんですけど、これに関しては、ちょっと率直ではあるんですけど、コーディングを学ぶっていうのは、やっぱり選択肢の一つとして大きいかなと思っています。で、Figma とコードって、似てる概念がたくさんあるんですね。で、例えばなんですけど、オートレイアウトって、ほぼ、CSS のフレックスボックスのプロパティと11になってたりしています。フレックスラップとか一部対応されていないものはあるんですけど、なので、コーディングを学ぶと、その Figma の方でも、こういうのは、CSS でも実現できるんだなとか、こうすると実現しやすいんだなっていうのが、あの、イメージしやすくなると思うので、コーディング学ぶっていうのは一個大きくお勧めかなと思っています。で、似た例として、CSS と Figma が似ている例なんですけど、コンストレンツも、Wiz とか Height を、親と相対的に設定することと一緒だったり、あとはポジションアブソリュートで指定したりすることと一緒だったりします。で、あとはですね、自分の、デザインに対して、そのデザインの作りやすさみたいなところにフィードバックを得る方法として、自分のデザインで実際に自分で実装を挑戦してみるっていうのは、一個、すごい、手軽に挑戦できる方法で、自分で実装してみると、ここの余白意外と取りづらいなとか、そういうことに気づけたりするのでお勧めです。ただ、やっぱり自分って、自分がデザインしたから、吉田にやっちゃう部分も結構あると思うので、その同僚から、フィードバックを得るっていうのもすごい大事なことなのかなというふうに思っています。で、3つ目がレスポンシブについてなんですけど、レスポンシブって基本、複数のブレイクポイントごとにデザインを作成することを指すと思いますが、異なるブレイクポイントだけじゃなくて、同じデバイスタイプ、例えばスマホの中でも、iPhone SE と、13とかで全然違うスクリーンサイズだったりするので、そういう同じデバイスの中でも、スクリーンサイズが大きくなったりしたときに、どういう挙動をするかっていうのを、コードでは定義する必要がありますと。で、これを揃えるための一つの打ち手としては、コンストレインツがあります。で、コンストレインツを定義することによって、親のフレームのサイズとかが変わったときに、どうやってレイヤーが伸びたりするか、逆に変わらないのかっていうのを定義することができます。で、あとは似たようなプロパティなんですけど、オートレイヤーとのリサイズも、子供の高さに応じて幅とか高さが変わるか、あるいは、固定の値を持つかっていうのを指定することができるので、こういうのもしっかり定義しておくと、認識相互っていうのが、少なくなっていくんじゃないかなと思っています。あとはですね、状態ですね。で、これに関しては、UI スタックっていう、有名な概念があるんですけど、エンプティとかローディングとかエラーとか、そういう、途中の状態っていうのは結構抜けがちなので、こういうのを、チェックリストとか、そういうのを用いて、抜けがないようにしていくっていうのが大事かなと思っています。で、その他にいろんな表現方法があるんですけど、一つとしの打ち手としては、プロトタイプっていうのが、あの、で、遷移を見るっていうのが一個分かりやすいかなと思っていて、プロトタイプって基本、UI の仮説検証とかに用いると思うんですけど、エンジニア目線でも、こういうふうに
これをしたら、こういう画面に行って、こういう挙動が起きるんだっていうのが、分かりやすくなるので、なので、しっかり指定しておくと、そういうところでも活躍するものなのかなと思っています。で、あとは、ちょっとこれは小ネタなんですけど、プロトタイプの矢印って、プロトタイプペーンじゃないと見れないので、それと、このプロトゥフローっていうプラグインを使うとですね、プロトタイプと同じ矢印をデザインペーンにも表示してくれるので、これを使うと、ペーンを行ったり来たりしなくても、エンジニアがインスペクトペーンだけ見ながらユーザー遷移も終えるみたいな形になるので、結構おすすめです。で、あとは、コンポーネントのバリアンスでも、そのコンポーネントの状態みたいなのを示すことができます。で、このバリアンツに対しても、インタラクティブコンポーネンツっていう、そのプロトタイプ、そのコンポーネントに閉じた状態の遷移っていうのを描くことができます。なので、こういうのも指定しておいてあげると、どういう動作が行われたときにこう変わるっていうのを指定することができるので、こういうのもプロタイプとしても便利ですし、エンジニアに対して状態遷移はこうやるんだよっていうのを伝えるにも便利なので、しっかり指定しておくのがおすすめです。という感じで、いろいろその意図を伝わりやすくするっていうところについて話してきたんですが、ちょっとこれをいろいろテクニカルな話してきたんですけど、全部を最初からやるっていうのは、なかなかちょっと圧倒されてしまうというか、なかなか疲れるものかなというふうに思います。なんですが、すべてを最初からやる必要はありませんよと。で、おすすめなのが、いろいろ考え方はあるんですけど、デザインプロセスを2つに分けるっていうのはあるかなと思っています。デザインフェーズとハンドオフフェーズ。で、これらはですね、すごい冒頭に話した、デザインの目的ごとにちょっと分けてみたっていう感じなんですけど、デザインフェーズでは、ここでの目的っていうのは UI デザインを仮説検証して、この UI でいくぞっていう意思決定をするっていうところがゴールです。なので、ここでは細かいところにはあんまり力を入れないだったりとか、あと構造化もこの段階ではあんまり頑張らないっていうふうに、意識しておくと、手戻りとか少なくなっていいのかなと思っています。で、まあ、前回のデザインフェーズで、この UI でいくぞって決めた後に、じゃあ、エンジニアに、これを伝えて作ってもらいましょうってなった時に、エンジニアに意図が伝わりやすくなるように、ちゃんと構造化していく。あとはデザイン自体のメンテナンス性を上げていくっていうのが、このフェーズでやることです。ここではさっき言ったようなことですね。オートレイアウトとか、コンストレイントとか、で、あとは口述するんですけど、デザイントークンとかコンポーネントとか、そういう、共通化されたものを使っていくっていうのが、このフェーズでやること。なので、こうやって、段階を分けて考えるっていうのが、ちょっと負担を減らすものとしては、1個あるかなと思っています。で、あとはですね、こういういわゆるちょっと競技の意味でのデザイン負債みたいなのを、最初から積み上がらないようにするっていうのが、もちろんベストなんですけど、ただいつでもできるわけではありませんよねっていう。まあ、えなので、これエンジニアとかだと、ちょいちょいいろんな会社でやられてるんですけど、負債デーっていう、その負債解消だけをやる日、20%ルールみたいな感じですね。で、やる文化があるんですけど、デザイナーも似たような感じでやっていくと、その長期のメンテナンス性と短期的なゴールっていうのを、両方満たしやすくなるのかなと思っています。で、それでは2つ目の大きいトピックのデザインが変わった時の変更を容易にするっていうところを話していきます。で、ここではデザインのシステム化っていうのが重要だと考えていて、で、デザインのシステム化って何やねんっていう話なんですけど、ですね、これは、デザインシステムっていう、最近よく聞くワードだと思うんですけど、その一貫した UI を、高速に提供していくっていうのを目的にして、デザイントークンとかコンポーネントっていう、方法論を駆使していくっていうのが、行われていると思うんですが、これが、デザインシステムっていうのが、開発にもすごいメリットがあるものだと思っていて、で、デザインシステム作るときって、そのデザイントークンとかコンポーネントとか、一貫した
共通のものを使っていくと思うんですけど、それらにのっとってデザインが作られることによって、コーディングもですね、すでに、作成した基盤を、再利用することで、見た目の部分が作れるので、すごいコーディングもシンプルで速くなるっていうのがメリットとしてあります。なので、ちょっとこれについて触れていきたいんですが、ちょっとこのトークはデザインシステムについてのセッションではないので、ちょっと Figma に関する How だけさらっと触れていこうかなと思っています。で、デザイントークンについてなんですが、まずデザイントークンっていう言葉が初耳の方もいらっしゃるのかもしれないので、軽く説明すると、デザイントークンっていうのは、デザインシステムの最小公要素というか、それ以上小さくならないような要素ですね。で、色とかスペーシングとかタイポグラフィーの値なんかを指します。で、これに関しては Figma では標準で色やタイポグラフィーとかのスタイルを定義することができます。で、ただそれ以外にも、スペーシングとか角丸とか、いろいろですね、デザイントークンを定義したいよってものはあったりするので、それに関しては Figma Tokens っていうプラグインが、結構最近流行っていて、で、これでは Figma のスタイルでは定義できないようなものをデザイントークンとして定義できて、かつ、JSON として吐き出したりとかもするので、これをもとに、その他のそのコーディングの方でに、同期するとか、そういうのも簡単にできるようになっています。なのでおすすめです。で、次にですね、コンポーネントとバリアンツについて話していこうと思います。で、そのコンポーネントと、あとバリアンツを設計していくにあたって、すごい大事なのが、コンポーネントの流度と、名前と、あとどういうプロパティでどう変わるのかっていうのをデザインとコードで揃えていくのが大事だと思っています。で、揃えるのが大事な理由は、そのデザインがアップデートされていったときに、デザインとコードがずれていると、もしかしたらコーディングがすごいしづらいデザイン変更になっちゃったりとか、そういうことが起きてしまうかもしれないので、なので、これをちゃんと同期していくことによって、コーディングの方も、あまり負荷がかからずに、デザインシステムの恩恵を受けながら開発していけるっていうのがあるかなと思っています。ではですね、じゃあそんな、バリアンツを設計していくにはどうしたらいいかっていう話なんですけど、大事なの、設計していくときに大事なのが、コンポーネントの、責務を、一つに絞るとか、あとは、プロパティがどういう状態が影響していて、で、その状態の結果こうなるみたいな、そういうのを考えていく必要があるんですけど、そういうものって結構そのエンジニアが普段フロントエンドの開発でやっているコンポーネント設計と、全く一緒なので、なので、そういうのに慣れてるエンジニアの力も借りたりして、一緒にコンポーネント設計をしていくと、同期しつつ、より良いそのインターフェースのコンポーネントが設計できるんじゃないかなと考えております。というところで、以上が、デザインを変えた結果の変更を容易にするっていうところでした。でですね、ちょっと最後にコミュニケーションについて話していきたいと思います。で、なんでコミュニケーションかっていう話なんですけど、すべてをデザインファイル上で、表現するのって、できたらやりたいんですけど、時にはちょっと、見返りが、投資に対して釣り合わないっていうのも結構あるんじゃないかっていうのを思っていて、で、デザインの最終的なゴールって、より良い UI を早く届けることだと思ってるんですね。で、そこでは、短期的な、まあ、価値と、あと長期的に、あの、めんえーっプロダクト開発自体の、速度を下げずに長期的な、えーバランスを取っていくっていう必要があるのかなって思っています。で、そういうバランスを取っていくときに、コミュニケーションでカバーっていうのができる余地っていうのはいろいろあるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、いくつか例を紹介していくんですが、一つは、
これすごいシンプルな話ですけど、複雑な仕様に対して、デザインですごいプロトタイプとか頑張りすぎないで、シンプルにメモを残すだけとか、そういうのをしていってもいいんじゃないかなと思っています。で、あとはですね、結構そのデザインを、これだよって投げっぱなしって言い方は良くないかもしれないですけど、そのまま渡すだけじゃなくて、一緒に同期的に、実装してもらうデザインをエンジニアと一緒に確認して、質問に答えたりだとか、ちゃんと伝えるっていうのをやっておくと、齟齬がなくなっていいんじゃないかなと思っています。で、この機会で、もっといいなって思っているのが、エンジニアからデザインの作り方に対してフィードバックをもらうっていうのが、やるといいことかなと思っています。で、なんでかっていうと、エンジニアによってデザインの理解度って異なるので、なので、そのチームによって、最適なデザインの形っていうのは変わっていくと思うんですね。なので、人によっては、こんなに作り込まなくていいよって思うかもしれないし、人によっては、もっとこういうふうに作ってほしいっていうのが、あるかもしれないので、そういう、チームにとって最適な形を模索していくっていう一つとしてやっていくといいのかなと思っています。はい。で、あとはですね、デザインフェーズの早い段階でエンジニアにレビューしてもらうと、早い段階で実装可能性とか、実装の容易さの目線で、フィードバックをもらえると、後から手戻りを防いだりとか、あと、エンジニアが無駄に頑張りすぎないっていうこと、頑張りすぎてしまうとかを防げたりするので、トータルのデリバリーのスピードを上げるっていうところでは、早い段階でいろんな、エンジニアに限らずかもしれないですけど、いろんなところからの、目線でのフィードバックをもらうっていうのが大事かなと思っています。はい。というわけで、いろいろ話してきたんですが、最後に、まとめたいこと、今回のトークで伝えたかったこととしてのまとめとしてはですね、大きくは3つで、デザインをメンテナブルにする。で、構造化していくっていうことですね。で、こうすると、デザイン時代の、メンテナビリティも上がるし、で、結果的にエンジニアも意図がつかみやすくなると思っています。で、あとはデザインとコードを同期していく、デザインをシステマチックに作っていくっていうのが、大事だと思っています。で、あと最後はですね、コミュニケーションをとって、チームにとって最適なデザインの形を探していくっていうのをやっていけると、なんていうんですかね、組織ごとに最適な形って本当に変わると思うので、プロダクトのフェーズでもそうですし、組織の形、組織にいる人の特性とかでもそうですし、そういうのを、やっていけるといいのかなと思っております。はい。以上、エンジニアに愛されるデザインの作り方でした。それではご清聴ありがとうございました。